栗は、真ん中ですね、この栗の本体が入っている部分とこのイガの、トゲトゲの部分があります。これを二重の丸で描いています。このトゲを今日はマスキングをしてみたいと思います。筆で描いてもいいんですが、少しでは、こちらのシュミンケのチューブマスキングとこの歯ブラシですね、歯ブラシの使い古したものを用意します。全部ではなく、手前ですね、目立つのトゲの部分だけします。はい、では乾かします。はい、では乾かしました。今日いつもは明るい色から塗っているんですが、今日はマスキングしましたので暗い、部分から塗っていきます。ウルトラマリンとバーントシェンナ、いつも、使っている暗い色です。暗い色を作って暗くなっている部分ですね、ここに塗っていきます。ここが顔の明るい部分があるので白く残して、暗い色が描けましたら、こちらの線をぼかします。線をぼかす、エッジをですねぼかすときは、この筆だとお水が多いのでコントロールが難しいので、あまりお水が入らない筆に変えます。このですね、この皮の白っぽい、黄色っぽいところがありますので、これは塗り残しをします。この中も暗く塗ります。で、あと外ですね。トゲトゲの根元を暗くしているという感じです。では、このイガの部分を暗くしましたので、この枝のですね陰影も今日は先につけます。光右からということにします。ぼかします。
はい、では乾かします。はい、では乾かしました。では、ここで明るい色を入れていきます。イエローとイエローカーを足します。明るい、イエローカーの色を明るくした感じですね。この色で全体に入れていきます。ちょっと奥の外側少しイガのトゲトゲを意識して白いところ残しながら塗ります。内側はいいですね。取りしてしまいます。はい、ではここに暗い色をにじませていきます。バーントシェンナです。あとウルトラマリンも少々です。茶色を暗くしてイガに塗っていきます。ウェットインウェットでにじませていきます。ウルトラマリンを多く加えます。暗い色にして先ほど暗い色を最初につけたところにですね、また上から入れて茶色とにじませます。この暗い色が、全部にじんでしまうと先ほど塗った茶色の色がなくなってしまうので、なくならないように気をつけてください。で、暗い色ばっかりになってしまったらちょっと筆でですね拭ってあげてください。リフトアウトって言います。これ乾く前でしたら綺麗に白く取れますので取ってあげてください。はい、では栗の色を塗ります。バーントシェンナとクリムソンですね、クリムソンレーキで赤い色にして塗っていきます。イエローを足します。軽い、ハイライトの周りですね、この色を入れていきます。ハイライトを作った方が存在感が出ますので、本来栗にこんなに強いハイライトはないんですが、ちょっと入れてあげた方が目立ちますね。栗の絵が奥に入ってますので、そこの陰影をつけます。
色で、枝もですね入れてしまいます。枝の陰影ですね。では葉の色を入れます。栗の葉、これは枯れてるんですが、黄緑色の綺麗な色で塗ります。結構本来渋めなので渋い色なんですよね、栗の葉は。サップグリーンをこの汚い色があるところに混ぜていただいて、イエローカーですねを混ぜます。このぐらいの渋さだと思いますので、これを塗っていきます。それから、栗の葉っぱはすごく長いですよね。細長い葉をしてます。1箇所のところから2、3枚出てますね。葉にも陰影をつけます。ウルトラマリンで、ウルトラマリンをですねこの辺の色に混ぜていただいて影をつけます。あとは葉脈が結構はっきり出ている葉なので、葉脈もですね少し入れていきたいと思います。ドライブラシで葉脈を入れていきますね。栗のこの縁のところがちょっと潰れてしまったので、こちらのナイロンの筆で取ります。はい、では一旦乾かします。はい、では乾かしました。マスキングを剥がす前にこの下にですね影を入れていきたいと思います。最近ちょっと紫色の影を使い続けていたので、今回も紫色の影にします。オペラとちょっとオペラがなくなってきたんですいません。クリムソンにしますね。クリムソンレーキとウルトラマリンですね。こちらに少しバントシェンナを混ぜて色を濁らせます。この葉は下にあるということにして葉にも影をつけていきます。この、枝もですね下に設置している、浮いてるんですけど設置しているということで影をつけます。
水分が多いので筆を変えます。では暗い色を入れますね。ウルトラマリンとバーントシェンナです。しっかり暗い色を作って、この影の内側に入れていきます。ではちょっと紫が強いのでサップグリーンも入れます。こっちは葉っぱがあるので緑の上に影がかかっている感じなんですが、こっちですね、こちら側にもサップグリーンを入れます。こんな感じですかね。はい、ではマスキングを取ります。でいつもはマスキングを剥がした後にこのエッジをぼかすんですが、今日はこのまま、上から色を塗ります。イエローと、イエローカーですね、この色を薄く塗っていきます。では乾かします。はい、乾かしました。では、仕上げにイガをですね少し整えていきます。まず、この辺外側が太いのでこの辺はぼかしてしまいます。そして、リフトアウトでですねイガの細い感じを出したいと思います。ではこちらの細い面相筆に持ち替えます。少しイガを細く描いていきたいと思います。マスキングが、結構こうやって大きくなっているところとかは面相筆をドライブラシにして、こんな風に入れてあげると自然に細いイガがですね出ます。
はい、では、栗を描きました。参考にしていただければと思います。